ガラスコーティング悩んでます。何回やってるんでしょう。こんにちは、オートウエストエンドです。前回ガラスコーティング施工の上で大事なポイントを押さえてやったつもりだったんですが、片方だけムラが色濃く出てしまいました。おそらく拭き取りが甘かったのかなというところで、今回はできてしまったムラを落として再度コーティングをして拭き取りに注意してより良い結果を目指したいと思います。今回の施工でまたうまくいかなかったら、もう自分はガラスコーティング苦手なんだと認めましょう。そして皆さんいろいろアドバイスありがとうございます。多少ムラはありますが、中古車購入時点に比べるともうだいぶマシな状態ではあります。どうやら僕はムラを作るのがうまいようです。ムラ職人。今回はムラのひどい方だけを再コーティングしようと思いますので、作業量的には少なくて済みそうな感じがします。前回の動画でガラスコーティングを落とすために3種類ありますソフト99のコンパウンド、一番粗いものから使って落としていきましたが、今日は一番目の細かいもの、表面仕上げのコンパウンドだけを使ってムラが落とせるかどうか、まずは見ていきたいと思います。最近もうコンパウンドで磨いてばっかりいるので、できれば1種類で終わらせたいというのが本音です。ちょうど今画面の真ん中あたりの部分だけ磨いてみました。ちょうどここあたりにあるドーナツ状のシミ、これはもうレンズの内側から入ったヘッドライトの焼けですね。表面仕上げのコンパウンドだけでムラ落ちましたね。全体的にコンパウンドがけしていきたいと思います。こうして研磨作業終わりましたので、続いてガラスコーティングをしていきたいと思いますが、一旦反対側のヘッドライトを見てみましょう。表面仕上げのコンパウンドだけで落とせるなら、もうこっちも落としたいということで、ムラになっているところだけ研磨してみることにしました。
前回の目の粗いコンパウンドとは違い、この目の細かい表面仕上げのコンパウンド、もしかするとガラスコーティングうまい具合に残ってくれているかもしれません。こちら側はもう研磨だけ、ガラスコーティングを再施工せずにそのまま終わって様子を今後観察していきたいと思います。では反対側のコーティング作業をやっていきます。ブロワーを持っていない人の水分の飛ばし方。アルコールで脱脂します。綺麗になりました。もしかするとガラスコーティングの効果は残っているかもしれませんし、正直もうここで終わりにしたい。拭き取りまでの時間を短くするという点は守れました。そしてこの拭き取りをどこまでするかということで、前回はねもう急ぐあまりさっと1回やれば十分だろうと思っていましたが、それで液剤の残りが表面にあってムラができてしまったと思われますので、今回は途中で新しくクロスを変えて入念に拭き取りを行いました。拭き取りすぎもダメっていうことあるんですかね。もうそうなったらもう答えがわからない。研磨をした反対側のヘッドライトに比べるとちょっと曇った感じはあります。ただ今日の作業をね始める前のあのムラよりは全然比べ物にならないぐらい透明度があります。さあ効果後はどうなのか1日置いて確認していきたいと思います。研磨だけをした方はもう素晴らしい出来。この辺りを研磨をして、そしてヘッドライトの下3分の1ぐらいをずーっと研磨をしていきました。それ以外の部分はタッチしていません。これでコーティングの効果が残っていて保護された状態だといいんですけどね。経過観察していきたいと思います。さあ問題はこちら、再度ガラスコーティングを施工した側になります。いい感じかと思いきや、よーく見てみるとムラになっていました。研磨をした時にはムラが取れているように見えましたが、やはり目の粗いコンパウンドを使わなければいけなかったのか、はたまた吹き上げしすぎたのか、もうねわかりません。僕のガラスコーティングの腕ダメですね。フィルムにします。フィルム貼ります。それがいい。ガラスコーティング、オルタネーターの交換よりストラットの交換より難しい。今回も最後までありがとうございました。またお会いしましょう。また来るかもしれない熱波に備えていつも行っている車用品店で保冷剤買いました。エアコンは品切れ状態です。それでは。